はい。それでは今回は整数分野で、分数式の形の不定方程式の解法を説明していきます。まずはですね、次の式を考えることで解の候補の絞り込み方について学んでいきたいと思います。これ、x, y, z ね、3つの文字が使われているので三元ですね。で、一次式と呼ばれるもの、三元一次です。そしてさらに、この方程式を満たす解はたくさん考えられますので、不定方程式と呼ばれますね。したがって三元一次の不定方程式について考えていきますね。はい、まずはね、番号を振ります。で、絞り込むための条件ですけれども、これはね、この2箇所ですよね。この2箇所を使って何とかしてこの文字の取り得る値の範囲を絞り込みたいということですね。まずはこちらの0以上、こちらを考えましょう。3つとも0以上ということは、当然この x、3y、6z ですね。これも全部0以上です。したがって、はい、x に注目して範囲を絞り込んでみるんですが、そのためには、x の範囲を考えるためには、y と z が存在するための条件を考えるんですね。y と z が存在するための条件、つまり、x に代入してもちゃんと0以上になる y と z がありますよと、そういう条件を考えるということです。はい、そうすると、1、2から3y プラス 6z イコール 10-x。x を移項したんですね。両辺から x を引くことで移項できますよね。はい、そしたら、0以上になるような y と z が存在するためには、10-x が0以上でなければいけませんよね。はい。したがって、x は0以上10以下の値を取らなければいけない。逆に言うと、x が0以上10以下であれば、0以上になるような y と z も考えられますよと。存在し得ますよということですね。これ、x が例えば15とか取ってしまうと、10-10がマイナス5ですから。もうこれ y と z のどっちかは必ずマイナスの値を取らなければいけませんので、丸2を満たすような y と z は存在しませんからね。はい。よって、0以上10以下の値を取ることがまず必要である。さらに、これ整数なんですよね。ということは、これ x は0から10までの整数、つまり11個、ね。文字の範囲に注目することで解の候補を絞り込めますよ。つまりこの11個に絞り込めたわけですね。はい。ということで、いいんですけれども、11通りはちょっと多いなと。ね。できなくはないですけどね。もうちょっと楽をしたいなということで、じゃあ、x の範囲を絞り込んだんだけど、z だとどうかと。ね。考えてみましょう。そしたら今度は、z の範囲を絞り込みたいのであれば、x と y の存在条件を考えるんですよ。0以上、0以上であるような x と y が存在するためには、z はどういう範囲でなければいけないのか。はい。両辺から 6z を引いてこのような式になりますよね。そして、当然これが0以上でないと、x と y が存在することはありません。ね、つまり 10-6z は0以上であることが必要なんですよね。よって z は 6z が10以下でなければいけない。つまり1と3分の2以下ということです。で、さらにこれ整数なんですよね。ということは z は0以上1以下なんだけれども、その整数なので0と1だけ。これはね、2通りしかありませんから、絶対こっちの方がいいですよね。はい。なので、z で考えれば良いなと。ということは、この後ね、似たような問題を解くときも、どのように対処すればいいのか。この11と2の違いはどこから来るのかと、ね、考えてみますと、明らかにね、これ、係数の違いですよね。x の係数は1で、それから z の係数は6だということで、これ係数の違いからこれだけ場合分けの差が出ているということですね。
はい、ここから学べることは、係数の大きい方に注目して、解の候補を絞り込むのが得策だということですね。ということで、z が、ね、0か1の場合で場合分けをします。0以上であるような整数 x と y が存在するためには、z は0か1のどちらかである必要がある。まあ、x と y がね、0以上の実数であれば、間違いなく存在をするんですけれども、整数なのでね、実際に0と1を当てはめて、本当に整数があるかどうかは、解いてみないと分かりません。はい、そこでまずは z が0の時、こちら、丸1の式に代入しますよ。そうすると、x プラス 3y が10ということですね。じゃあ、この後どうしますかね。まあ、当てはめていけばね、わかるんですけれども、せっかく解の範囲を絞り込むことで勉強してますから、解の範囲を絞り込みながらやっていきましょう。次に、x と y、どちらに注目するかというと、これ、係数が大きい方でしてね、3y に注目します。そうすると、x が存在するための条件を考えるということですね。x が存在するためには、y はどういう範囲を取らなければいけないのか。そのためには 10-3y が0以上でなければいけません。ということで、y は0以上3以下であるということが分かって、0、1、2、3、この4パターンしか考えなくてよいと。ね、逆にこの4パターンであれば、整数 x が存在する可能性が出てくるということですね。はい、そしたら、0、1、2、3と順番に当てはめて、x を実際に計算していけばいいですね。はい、そうすると、10、0、0、710、420、130と4パターンの答えが出てきますということですね。はい、では、z が1の時です。まあ、やり方は一緒ですね。丸1より、はい、代入します。今度は x プラス 3y が4となりますね。そして、x が存在するための条件を考えることで、y の範囲を決めていきます。したがって、x イコール 4-3y。x が存在するためには、0以上でなければいけない。そういう y の範囲でなければいけない。必要であるということですね。ということは、0以上1以下なので、y は0か1のどちらかである。ということで、当てはめればいいですね。0を入れた x の値と1を入れた x の値。ね、それで x がもう求まりますね。ということはもう z は1でしたから、はい、401、111。この2パターンだということですね。はい、以上、1、2からまとめれば、この6パターンが答えだということが言えますね。それでは、いよいよ分数型の不定方程式、こちらの問題に取り組んでいきます。まずはね、問題に載っている条件式はできるだけ答案にも書いて番号を振っておきましょう。特に丸2番のこの条件のはとても大事ですね。はい。で、分数だとね、分かりにくいってことで、まあ、分数でなくしてしまおうという発想は当然ありですよね。なので、xyz をかけてしまう。そうすると、yz、x 分の1にね、xyz かけたら yz になりますね。z 分、zx、そして xy で最後、1に xyz かけますから xyz と。ね、これがこうなるわけですけれども、でこれが因数分解されてね、カッコかけるカッコイコール整数の形にうまいこと変形できればいいんですけど、これがね、なかなかできないんです。じゃあ、こういう分数型の時はどうすればいいのか、この時のテクニックの一つとして、最大の文字か最小の文字に置き換えて解の候補を絞り込むという考え方があるんですね。で、テクニックっていうとね、なんか覚えなきゃいけないんだとか、覚えればいいんだとか、ね、そういうイメージで捉えてしまう人がいるかもしれませんが、いわゆる発想法の一つです。ね、ユニークな発想法ということなんですね。だから、その発想法を使わなければいけない理由、必然性、そういうものをよく理解して、使えばいいんです。ね、そして自分の記憶として身につけて、経験として身につけて、別の問題を解くときに似たようなもの、
あるいは似てないけれども使ってみるとか、ね、そういうことでひらめきが生まれたりしますよね。はい、そういうことで前向きに捉えて使うようにしてもらいたいと思います。そうすると、この問題ですけれども、最大の文字と最小の文字。最小の文字っていうのはだから X のことですね。最大の文字というのはこの場合 Z のことです。それに置き換えるってどういうことか。どういうふうに考えていくかを説明しますね。まずはですね、丸1の左辺の X と Y。こちらですね。これを Z に置き換えてみる。つまり最大の文字に置き換えてみる。そうすると、丸1の左辺は、この式ですから、この式の X、ここに Z を代わりに置いてやる。そして Y の代わりに Z を置く。これが置き換えたということの意味です。ね、そして次に考えることは何かというと、左と右のどっちの式が大きいかと、大小関係を考えてみるんですね。これどちらが大きいと思います？はい、これね、分母が大きければ大きいほど分数自体は小さくなりますから、左の方が式の値は大きいですよ。ね、こちら全体の式の値は大きいものになります。分母が大きくされたことで、こちら式の全体の値は小さくなりますからね。はい、この不等式を得ることができたわけですね。じゃあ次に何をすればいいのか。何ができるのか。こちらですね、青い枠の部分、もう一回目を戻してやると、丸1の式ですよね。この式の右辺がありましてね、この1に置き換えることができますね。そしてそれが z 分の3ですね。この z 分の1が3つ分ですから、z 分の3以上になっているということですね。はい、この不等式が成り立つ理由をですね、一応答案の中に書いておきましょう。当然、x 分の1と z 分の1ですから、どちらが大きいかというと、x 分の1の方が大きいんですね。なぜならば、x の方が小さいから。もちろん今話しているのは、0より大きい正の数での話ですからね。そして、y 分の1と z 分の1であれば、y 分の1の方が大きい。文字だとね、ちょっと分かりにくいなという人のために具体的な数でもね、ちょっとやっておきますね。例えば、0、2、3、4というふうに XYZ に数字を当てはめてみたとします。ね、文字はね、数字の代わりに使っているものですから、必ず数字を使っても同じことが言えないとおかしいんですよ。ね、そしたら、こういう不等式があって、2と3、どっちの分母に2が入って、どっちの分母に3が入るのか。わかりますね。当然、2分の1、右側ですね。で、左側が3分の1。そうということですね。だから2が x で3が y ということです。もちろん x と z であれば2分の1の方が4分の1よりも大きくなりますよねということですね。なのでこういう関係が成り立つんだということですね。はい、つまり確認になりますけれども、大小大小という関係になるので、左側の方が大きいんだということです。はい、そしたら今度はね、この分母の z、これを何とかしましょうね。両辺に z をかけてやります。そうすると z は3以上。これで z の範囲が出てきましたね。めでたしかっていうとそうではないね。3以上ってめちゃくちゃありますよね。これでは絞り込んだことにならないですね。じゃあどうするのか。最大の文字で、うまくいかなかったんですから、今度は最小の文字でやってみるということですね。はい、そしたら次にね、丸1の左辺の y と z を x に置き換えます。さっきはね、z に置き換えましたね。そうすると、x 分の1たす y 分の1たす z 分の1は、x 分の1たす x 分の1たす x 分の1になるわけですね。どちらが大きいのか。これはね、こうでしてね、x 分の1と y 分の1は x 分の1の方が大きくなりますよね。当然、x 分の1と z 分の1の関係もこうなりますから、不等号はこのようになると。右側の方が大きいということですね。はい。ということで、こちら、1小なりイコール x 分の3という式が出てきます。そして分母の x を
処理したいので、両辺に x をかけて、はい、3以下となります。もちろんね、x も y も z も正の整数ですから、ね、x も1以上でなければいけません。これはね、うまくいきましたね。絞り込み成功ということで、こちらを採用すればいいということですね。はい。ということで、最初の文字 X で置き換えてやるとうまくいくんだということは分かりましたので、そちらでね、回答を作っていきます。はい、まずはこの式ですね、丸1の y と z に x を代わりに置いたものです。よって、丸2の条件式から、小さい、分母が小さくなっているのが右辺の方ですから、この不等式が成り立つ。そしてこの x 分の1たす y 分の1たす z 分の1。これは丸1から1の値になりますよ。そしてこの右辺ですね。x 分の1が3つ足されてますから x 分の3ということですね。はい。したがってこの不等式が成り立ちます。両辺に x をかけることで分母の x を消去しますね。そうすると x は3以下と分かります。もちろん x は0より大きい整数ですから1以上でなければいけない。ということで x は1、2、3と、ね、3つの整数の可能性があるということですね。はい、まずは x が1の時調べてみましょう。丸1に代入しますよ。そうするとこうなりますね。で、これってもう y と z は出てきませんよね。y 分の1たす z 分の1を満たすような正の整数というのはありません。ね、イコール0となるようなものはありませんので、適さないということで不適ということですね。それでは次、x が2の時について調べましょう。はい、まずは丸1に代入して、で、代入したらその次どうするかっていうと、両辺から2分の1を引いて整理してやるんですね。常に次にできることは何かなって考えましょうね。はい、そうすると、この式を使って解いていくわけですね。どういうふうに考えるのか。はい、これ実は以前やった形に直せますね。この2つの文字で、不定方程式の場合、これは 2yz を両辺にかけることで、知っている形に直すことができますね。yz-2y-2z イコール0。これやりましたよね。どういうことかっていうと、因数分解することができる。因数分解を利用して解くことができる。ということでした。ね。まず yz が出るように y と z を置いてあります。そして、マイナス 2y が出るようにしなければいけませんから、こちらにマイナス2置くんでしたよね。次にマイナス 2z がこの括弧を外して展開したときに出てくるようにしたいので、マイナス2をこちらにも入れてやる。その代わり、マイナス 2× マイナス2、つまりプラス4が余分に出てきますから、それは引いて調節してやりましょう。ね。はい、そうすると、これ、このような方程式が作れますから、かけて4になる組み合わせを考える。y も z もね、整数ですから、y-2 と z-2 も当然整数です。だから、かけて4になる整数の組み合わせということですよね。はい、丸2から、この条件式が言えるんですけれども、この忘れちゃいけないのが、この x ってこの場合は2ですよね。だから y も z も2以上の数しか取らないんですね。ということは、はい、z-2 大なりイコール y-2 大なりイコール0以上、ね、大なりイコール0であるということが言えるわけですね。だから、かけて4になる組み合わせを考えるんだけれども、正の整数の中だけで考えればよいよということで、だいぶさらに絞り込みます。そうすると y-z-2 の組み合わせはかけて4になる組み合わせですから 1×4 そして 2×2 というこの2つ考えられますね。よって2ずつ全部足してやれば y と z が出てきますので36と44という組み合わせが出てきますねということです。はい、次別解やっておきますね。
これね、途中までは一緒なんですね。ただ、この y 分の1たす z 分の1イコール2分の1の後で、さらにもう一回絞り込みをかけるんですね。この z の代わりに y を置いてやるんです。そうすると y の範囲が絞り込めますよね。なんでかっていうと y 分の1たす z 分の1は、ここで2分の1でしたよね。この2分の1。そして y 分の1たす y 分の1は y 分の1が2個ですから y 分の2であるということで、両辺に y をかけることで y は4以下と分かりますよね。で、さらに丸2から、これ2以上です。さっきのこれと同じ話ですよ。ね、2以上ですね。ということで、y は2、3、4の3つしか考える必要はないということで、あとはね、この2番のこちらの式にどんどん代入して確認していけばいいんですね。はい、2分の1たす z 分の1は2分の1。この y に2を代入したパターンですよ。これはどうなるかというと、これはもう z を該当するものありませんからね。z 分の1イコール0は成り立ちませんので、不適であると。はい、そしたら今度は3を入れたもの。こうですね。そしたらこれはありますね。z は6です。ね、そして、さらに4分の1たす z 分の1は2分の1。であれば、z は4と出てきますので、こちらと当たり前ですが、同じ結果が出てくるということですね。どちらで解いてもいいんですが、一応ね、復習も兼ねたいので、この答案ではこちらのやり方をやっていきますね。では、次、x が3の時ですね。どのように考えるのか。丸1にね、まずは代入しましょうね。この x の場所に3が入ってますね。そしたら次にできること、両辺から3分の1を引いて、y 分の1たす z 分の1は3分の2であるということですね。で、この分母にね、文字が来てしまっているんですが、2変数なんで、これ 3yz をかけることで、自分が以前解いた形に直すことができますよね。はい、このような形に直せます。で、このタイプどうして解いたかっていうと、因数分解を利用して解きましたよね。うまいことを括弧を展開すると、この式が出てくるように因数分解するんでしたよね。ただ、これ2がついてます。だからちょっと注意が必要ですね。どういうふうにやったかというと、はい、丸4ダッシュの両辺を割るんですけど、何で割るかっていうと、yz の係数の2で割ります。ね、そうすると、こちら、ね、割り算しますから、このような形ですね。はい、そうすると、こちらは当然約分されて、係数が1になります。こちらは0はね、2等分しても0ですから。はい、そうしてやると、こういう式が作れる。この方がね、括弧に振り分けやすいっていうメリットがあるんですね。こうしなきゃ解けないというわけではありません。はい、そしたら、括弧を用意します。ね、形を先に作って当てはめていく。この考え方が大事ですね。はい、まずは、この括弧を展開したときに、yz が出てくるようにしなければいけませんので、はい、y と z を置いてやりますよ。で、次に、マイナス2分の 3y が出てくるようにしたいので、右側にマイナス2分の3を入れますね。そうしてやれば、この2つの括弧、展開したときに、マイナス2分の3と y をかけたものが出てくるはずなので、ちゃんとこれ出てきますよね。はい、同じようにマイナス2分の 3z を出したいので、左側にもマイナス2分の3を入れることになります。ただ、マイナス2分の3かけるマイナス2分の3、4分の9、プラス4分の9が余分に出てきますから、そこは調節して引いてやればよいということですね。この調節するっていうのも大事な考え方ですね。はい、そしたらですね、今度は分数の形はね、考えにくいんですね。整数の問題ですから。なので、これを何倍かして、整数だけが出てくる式にしたい。ということで、2と4の最小公倍数ですから、4をかけてやればいいですよね。はい。で、右側はね、4と4ですから、約分されて9となります。左側は、ちょっと工夫して、ね、4って 2×2 ですから、この2つの括弧のそれぞれに1個ずつ2を分配してやるということですね。
で、この括弧2を括弧の中にどんどん入れていけばいいんですね。2y-2×2 分の3。つまり3になりますよね。こちらも順番に2をかけてやるということで、はい、2y-3×2z-3 イコール9という形に変形することができるということですね。はい、なので、丸2からこれ忘れちゃいけない。x は今3で考えてます。だから y も z も3以上の整数しか取りません。ということで、2z-3 と 2y-3、当然、こういう大小関係がね、成り立つんですけれども、それは 2y-3 というのは 2×3-3、つまりイコール3ですよね。3以上の値しか入ってきませんよということですね。なので、かけて9になる整数の組み合わせを考えるんだけれども、3以上でしか考える必要がないっていうことです。ということは、もうこれ 2y-3 と 2z-3 の組み合わせは33しかないですね。はい、ということで、こちら3と3に、この引く3引く3を、プラスに変えて加えてやることで66と。で、今度は y と z が欲しいんで、2で割ってやればいいですね。33であるということがわかります。それでは回答を最初から振り返りながらまとめていきたいと思います。まずはね、x と y の大小関係からこのようなね、不等式が書けるんでしたよね。x と z も同じように、こういう位置関係になるんですね。x 分の1の方が大きいんだということで、この不等式が成り立つ。ということで、はい、左辺はこれ1の値と同じになるんですよね。丸1からね。で、右辺であれば、これ x 分の1が3つですから、x 分の3。そして両辺に x をかけることで、x が3以下という不等式を得ることができると。もちろん忘れちゃいけないのが、x は1以上。なぜならば、0より大きい整数だから。なので、x は1、2、3、この3つだけ考えればいい。ということでしたね。はい、実際に x が1の時ですけれども、代入してやると y 分の1たす z 分の1が0となりました。でこれを満たす y と z はありませんので、不適であるということですよね。はい、次に x が2の時。x が2の時ですけれども、これは y 分の1たす z 分の1イコール2分の1と出てきますね。でこれは両辺に 2yz をかけることで、この形に変形できて、でこの形は、以前ね、うまく変形することで、因数分解を利用して解ける形でした。どのようにしたかというと、まず形を作っておいて、y と z を置いて、マイナス 2y とマイナス 2z が展開した後に出てくるように置いてやればいいんですね。で、その代わり、マイナス 2× マイナス2のプラス4。これが余分に出てきてしまいますから、そこは引いて調節する。したがってこの形が出てくる。で、忘れちゃいけない大事なポイントはここですよね。y は、今 x が2の時なんで、2以上しか取りませんよということで、z-2 も y-2 も0以上の値しか取らないので、かけて4になる正の整数の組み合わせだけ考えればいいということですよね。はい、ということで、y と z は3644と導きました。で、最後に x が3の時ですが、これも同じように代入しますよね。そして 3yz をかけてやると、この形が出てきて、自分が知っている形に持ち込みます。ただ、さっきとちょっと違うのは、yz の係数がね、2なんですよね。で、この時はちょっと工夫がいるということで、因数分解することに変わりはないんですけれどもね、さっきやったように両辺をまず2で割っておいてから、括弧の中で因数分解を利用して、で最後に4倍しましたよね。はい。そうすると、こういう式が作れるということでした。で、ここの x ですけど、これは当然3ですよね。3以上です。なので、2y-3、y は3以上の数しか取りませんから、これ 2×3-3 が3ということですよ。3以上しか取らない。だから、
かけて9になる3以上の整数の組み合わせだけ考えればよい。ということはですね、これ1組しかないんですね。3×3 しかない。そうするとその y と z も、33ということですね。はい。で、これで全部出てきましたので、最後ね、回答をまとめます。まずは、以上1、2、3のから、こういうふうに3つ出てきますね。この最初、236と244、この2つは2番から出てきましたよ。で、最後の333は3番から出てくるということですね。これで全部のパターンが書き出せたということになります。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。